皆さんこんにちは。廃棄イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く廃棄イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、説得力のあるアイテムイラストの描き方についてやっていきたいと思います。かなりですね、ゲームだったりで登場する機会の多いアイテムイラストなんですが、僕もですね、描くのすごい大好きでいろいろ描いてるんですけど、少し工夫をするとですね、同じイラストでもちょっと違った感じ、説得力のあるですね、小物のイラストとか描けるようになるかと思いますので、ぜひですね、いろいろ描いていっていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、説得力のあるアイテムイラストについて、まずちょっとどういうものかっていうのをね、説明していきたいと思います。アイテムイラスト、いろいろね、ありますよね。宝箱とかポーションとかコインとかですね。そういうアイテムは結構ね、重要な役割だったりします。なんで重要なのかと言いますと、そのアイテムを見ることで世界観の説明をすることができます。でそういう世界観どこで表現するのかっていうと、素材感だったり、建築方法、デフォルメ度とか、この辺でですね、かなりイメージが変わってきます。例えば素材感ですと、なんか石の国とかがもしあったとしたら、石でできたような小物をいっぱい描いた方がいいですよね。なんか石の国なのに、後ろにがっつりね、木でできたタンスとかがあったりすると、あれなんかちょっとここだけ違和感あるな、みたいな。そんな感じでですね、やはり素材感で全然イメージが変わってきます。特にファンタジーとかだと、自分で想像しないと作れないような素材感とかもね、あったりしますので、その辺も活かしたですね、デザイン、素材感っていうのを大事にしてあげると、まず世界観の説明にかなりアイテムとしていい役割をね、していくので、これも大事にしたいところです。あとは建築方法とかですね。この建築方法もすっごい細かくですね、柱がうまくね、組み合わさったような小物だったり、もう武骨なね、ドンって置いてあるような、ただ置いてくり抜いてるだけとか、そんな感じでもね、だいぶ変わってくると思います。高度な文明を持っているのか、それとも原始的な文明でやっていくのかとかね、そういう意味でも世界観が変わると。あとはデフォルメ度でもちっちゃいキャラクターが出てくるようなゲームだったりするとすっごいリアルなアイテムがあるとちょっとおかしくなっちゃう。のでデフォルメもキャラクターに合わせて変えてあげる必要があると。その辺を守ることでですね、世界観っていうのをアイテムだけでも説明することができます。なので、そこを守ってあげることで、この説得力の向上にもつながってきます。で、さらに説得力を向上させる上では、そのキャラクターが持っていそうな小物とかを持たせると、このアイテムの役割としてかなりしっかりしたね、ものになるかと思います。そのキャラクターが例えば銃をね、持っているんだったら、銃を入れるホルスターとかですね、をうまく素材感を、革なのか、布なのかとかですね、むしろそういうホルスター専用のがないとかね、そんなのもあるかもしれませんし、そういう感じで持ってそうなキャラクターについての小物を入れることで、そのキャラクターの性格とかをうまく向上させることができるんですね。キャラの設定の反映ということですね。なので、この辺がですね、かなりアイテムイラストでは重要になってくる部分なので、なんとなくアイテム描きたいなっていう場合はですね、この辺を意識して、いろいろ描いてみることをお勧めします。特にアイテムイラストはですね、結構ゲームの仕事の中でもね、かなり多い方だと思いますので、こういう細かいものとか、自分で考えた小物とかですね、描くのが好きな人はぜひやってみてください。じゃあこの役割をですね、どういう感じ、世界観をどういう風に表現していくのかっていうのを例で見ていきましょう。はい、ここにですね、タンスを持ってきました。もう何の変哲もないタンスですね。ただの四角。ですが、これを少し変えてみましょう。素材感をね、変えてみます。それを木にしてみました。木にして、上を木の板、下を木の板。で、周りにですね、木の柱を置いて、その間にタンスをね、これ本当はもうちょっとここにも線があるんですが、ちょっとデフォルメして書いてますが、こういう感じでね、置いていると。こうすると、割と見慣れたようなタンスになったりとか、あとは森の中の家とかですね。こういうタンスでいけるっていうのがわかりますね。で、今度は素材を木じゃなくて石に変えてみるとします。ちょっとゴツゴツした感じで中をね、頑張ってこんなに綺麗にくり抜けるかわかりませんが、頑張ってくり抜いてると。で、そこに引き出しを置いてると。で、こういうのを入れると、すごい武骨な感じがして、こういう石とか、石膏の技術ですね。石の技術があるような街だったり、そういう人が住んでるような家にあるとおかしくないですよね。なので、これとこれ、同じ場所にあるとですね、違和感があると思います。これが並んでるとですね。なので、どっちかとか、そのキャラクターに反映したとか、その家に反映したですね、素材っていうのを選んであげると、こんな感じで、ちょっと説得力が出ますので、これでさらに見た人の想像力とかをですね、かき立ててあげることができると。で、さらに他の素材として、金属と布系、帆布とかですね、そんな感じ
のが、を使ってみるとどうなるかっていうと、こうよくある現代風な感じですね。細めの金属を使って、ここをね、こう強化したりとかね、バツで置いて、で、この中は軽めのこの布地の引き出しをね、入れれるとか、こんなのだったら結構現代風でも通じたりしますよね。なのでこんな感じで全部ファンタジー系だったり、現代風だったり、とかもう各もの、その伝えたい世界観とかですね、素材感っていうのを変えるだけで全然こんなにね、違ってきます。この普通の単数、これだけでもね、全然ありなんですけど、これをもう一歩、最初ですね、なかなか書き慣れない人とかに単数書いてみていたらこういう感じで出来上がると思うんですが、そこからもう一歩踏み出してみてですね、世界観の説明をする。素材感とか、デフォルメ度とか、それを考えてあげることで、急に説得力のね、あるようなアイテムを書くことができますので、ぜひやってみてください。アイテムってこの家具もですね、家具もアイテムなので、こんな感じでキャラクターの世界観をね、補助できますので、これもね、なかなか面白いんですよ。書いていくとね、本当に自分で考えて、こういう構造にしようとか、こういう素材感にしようって考えると本当に面白いんでね、ぜひやってもらいたいと思います。で、今、素材感の話だったんですが、さらにですね、もう一個追加して書いてみると、こんな感じ。どんな状況の単数なんだってなってるんですが、戦闘にね、巻き込まれた単数とか、いう感じで小物にも歴史をつけてあげるとですね、さらに存在感が出てきます。なんかこう、RPG とかでですね、なんかこうそういう舞台になったところの、お家の中にあるタンスとかですね。こんなに意図して、バシバシやられないと思うんですけど、傷をつけるぐらいとかですね。あとは山賊の家にあるタンスとかですね。そんな感じで、どこにあるタンス。で、素材はこれなんですけど、さらにそこの木の素材からさらに、戦闘とかに巻き込まれてしまった場合とかですね。例えばここの後ろにキャラクターが隠れてた場合は、斧とかを振ってきた時にさっと隠れたらね、もしかしたらこうなるかもしれないし、弓矢とかをね、隠してこれで避けたりすると、こうなるかもしれない。というような感じでですね、歴史をつけてあげるとですね、どういうことがあったんだって、このタンスにとかね、そんな感じの、理由付けですね、をしてあげると、さらにですね、この小物だけでなんとなくどういうことがあったのかとかがね、わかるようになりますので、さらにここからもう一歩踏み込んでですね、全然こんなのじゃなくても、上に、他に綺麗な布を引いて、その上に花瓶を置くとか、上に写真立てを立ててね、写真を置くとか、なんか服を脱いで脱ぎ散らかしたのを上に乗せるとか、そんなのでもね、全然大丈夫です。そんなのでも性格がね、出てくるので、ぜひですね、やってみてもらいたいと思います。アイテムとか小物はですね、あるだけでいいんですが、それにですね、そういう何かアクション、こういうアクションですね、を加えてあげることで、全然雰囲気がね、変わってくるので、ただ単にタンス書かないといけないからタンス書くとかじゃなくて、そのタンスにもそのキャラクターの性格を反映させたものを書くと、急にですね、世界観が深くなっていったりとか、説得力のある絵っていうのが描けるようになるかと思いますので、こういう小物もですね、ぜひ楽しんで描いてもらえればと思います。本当にね、面白いイラストのジャンルになると思いますので、かなりね、僕は好きで描いてて、みんなにもね、おすすめしてますので、ぜひ描いてみてください。はい、いかがだったでしょうか？今回は説得力のあるアイテムイラストの描き方についての紹介になりました。結構アイテムはね、重要なんだよっていうのの説明になりましたが、本当にゲームとかではですね、かなり出てくるものになります。特にスマートフォンのゲームとかになるとですね、最初に言ったように宝箱とか、そういうのでもデザインがいろいろありますので、もうそういうのを、ね、デザインいっぱいしてですね、楽しんでもらえればと思います。今回の動画が良かったや参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルも押していただけると嬉しいです。ウェブサイトの方もやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっております。ぜひフォローしてください。僕のイラスト販売等もしておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのありでした。さようなら。